こんにちは。これよりレクイエム猫と肖像と一人の画家展をご案内いたします。横尾忠則現代美術館の学芸員平林と申します。この展覧会はレクイエムというタイトルが示すように、これまでに横尾さんが見送ってきた大切な方々や愛猫への思いをテーマとした展覧会です。展覧会は肖像の部屋、猫の部屋の2つのパートから構成されています。まずは肖像の部屋をご案内いたします。こちらでは横尾さんの家族や故郷西脇の友人、そして14名の個人の方々との思い出を展示しています。最初にご紹介するのは家族です。横尾さんは3歳の時に横尾家の養子になりますので、生みの親と育ての親、合わせて2組4人の両親がいることになります。養父母が年を取っていたことから一人っ子だった横尾さんは2人が自分を残していなくなってしまうことが怖くて仕方がなかったといいます。その死への恐怖が横尾作品には大きく影響しています。こちらでは画家転校直後の作品から3年前に描かれた作品まで、作風の違いも興味深いですね。こちらの小部屋には故郷のセクションがあります。こちらは1970年雑誌の取材のために篠山紀信さんと故郷西脇を訪れ、同級生たちと撮った写真と、こちらがそれを元に描いた作品です。また2000年には西脇市岡の山美術館での個展出品作を現地で制作した際に、亡くなった友人たちへの追悼のために描いた彼岸へという作品があるんですけれども、こちらの作品はその3年後に同じ構図で描かれたものです。この3年間に亡くなった友人たちが書き加えられています。そしてここにいる赤いのが横尾さんです。最初の登場人物は小説家の三島由紀夫さんです。横尾さんが最も影響を受けた人物の一人で、亡くなられてからも頻繁に作品のモチーフとされてきました。こちらの作品に描かれている写実的な三島さんの肖像は、篠山紀信さんが撮影した写真が元になっています。また生前の交流を示す週刊誌の挿絵原画や写真集の装丁、狂言のポスターなども展示しています。続いては柴田錬三郎さんです。眠れ京四郎などの剣豪小説で人気を博した小説家で、柴錬の愛称で知られています。本展では1973年に週刊プレイボーイに連載されたうろつきやた、これは柴田さんが物語を書き、横尾さんが挿絵を担当した小説なんですが、このうろつきやたに関する作品や資料を展示しています。お二人は1年間高輪プリンスホテルに缶詰になって、これを共同で作り上げたのですが、実に実験精神と遊び心にあふれた作品です。このうろつきやたの原画や掲載誌を展示するほか、美術館の1階には復刻版の本をご用意していますので、実際に手に取って2人のコラボレーションをじっくり楽しんでいただければと思います。そして次はジョン・レノンです。言わずと知れたビートルズのメンバーの一人です。横尾さんは熱狂的なビートルズファンでした。ジョン・レノンと会ったのは1971年のニューヨークで、ジャスパー・ジョーンズから2人を紹介されて、その数日後には小野陽子さんとジョン・レノンが住むアパートを訪ねたそうです。今回はその時にプレゼントされた T シャツやサイン入りのレコード、自撮りした3人の写真も展示されています。続いては詩人で劇作家の寺山修司さんです。アングラ演劇ブームを牽引した一人で、寺山さんといえば演劇実験室天井桟敷を思い浮かべる方も多いと思いますが、横尾さんはその天井桟敷の設立メンバーでした。
旗揚げ公演、青森県のセムシ男をはじめ、演劇のポスターや舞台美術の資料などを展示しています。こちらは暗黒舞踏で世界的に知られる土方辰巳さんです。横尾さんのグラフィック作品といえば、アングラ演劇のポスターの印象が強いかと思いますが、この独特なスタイルが花開いたのはこの土方さんのポスターからでした。そしてこの中央の作品、こちらはですね、よく見ると、左右のポスターそれぞれの版を使っています。そしてこの中央の文字、これは三島由紀夫さんが書いたものだそうです。こちらは俳優の高倉健さんです。横尾さんは自主的にポスターを作るほど熱狂的な高倉さんのファンでした。こちらの作品のタイトル、切断された小指に捧げるバラードとあって、クライアント名がヤクザ書房になっていますが、もちろん架空のクライアントです。その後には正式に依頼されたポスターや雑誌の挿絵、横尾さんがデザインしたレコードジャケットを展示しているほか、横尾さんへのサインが入った高倉さんのレコードもあります。次はグラフィックデザイナーでイラストレーターの和田誠さんです。和田さんは横尾さんの同業者で同い年の友人でした。会場内には横尾さんと和田さん、篠山紀信さんが参加したヨーロッパへの団体旅行の写真や、その体験をもとに2人で描いたイラストレーション、ヨーロッパ観光ポスター集などを展示しています。こちらは和田さんがアートディレクターとなって横尾さんを表紙に抜擢した雑誌、話の特集です。横尾さんが描いた和田さんと和田さんが描いた横尾さんが並んでいます。そして、横尾さんが描いた柴田連三郎さんや篠山紀信さんも並んでいます。続いては瀬戸内寂聴さんです。瀬戸内さんとは半世紀以上にわたる交友関係がありました。ここには横尾さんが想定を手掛けた書籍とその原画、お二人の共著が並んでいます。紀元曼荼羅の挿絵を見ると、瀬戸内さんのほかに三島さんや柴連さん、寺山さんの姿もありますね。また、横尾さんがデザインした寂聴さんの浴衣や、寂聴さんが住職を務めたお寺がある岩手県の地ビールのパッケージなど、あまり知られていない珍しい資料も展示しています。衣服デザイナーの三宅一生さんとも長きにわたるコラボレーションがあります。横尾さんは一世三宅のパリコレクションの招待状を1977年からデザインしており、それは現在も続いています。そしてそれは横尾さんの作品をモチーフにした衣服にも展開しています。今回は一生さんの肖像がモチーフとなった初期の招待状の原画を中心に展示しています。そして音楽家の一柳俊さんです。1967年、横尾さんはニューヨークに長期滞在してサイケデリックムーブメントから大きな影響を受けました。その時、一柳さんとは現地で多くの時間を一緒に過ごして時代の空気を共有していました。帰国後には2人でサイケデリックカルチャーを紹介するイベント、サイコデリシャスショーを開催したり、実験的なレコードを制作したりしました。こちらのレコードでは高倉健さんもご自身の曲の替え歌で参加しています。そしてこちらは建築家の磯崎新さんです。磯崎さんと横尾さんの共同作品戦後です。横尾さんが当番部分を、磯崎さんがフレームを制作してアメリカでの展覧会で発表されたのですが、フレーム部分は当時現地で処分されてしまったらしく、展示されているのは
原美術館さんが磯崎さんの監修のもとに再制作されたものです。磯崎さんは横尾さんの故郷にある西脇市岡ノ山美術館のほか、東京の横尾さんのアトリエも設計しています。続いてのリサ・ライオンですが、第1回世界女性ボディビル選手権で優勝したボディビルダーで、ロバート・メープルソープが撮った写真でもよく知られています。横尾さんとは絵画や版画、写真、映像、ポスターなどさまざまなメディアでコラボレーションを行い、彼女をモデルとした多くの作品が残っています。西脇市岡ノ山美術館のエントランスにある壁画もリサ・ライオンがモデルになっています。そして写真家の篠山紀信さんです。これまでにご紹介してきた横尾さんとのツーショット写真の大半は1960年代後半から1970年代に篠山さんが撮影したものです。この作品は横尾さんが絵を担当していますし、こちらの写真は磯崎新さん設計の横尾さんのアトリエを篠山さんが写したものです。ちなみに今回のポスターはこの写真の一部を横尾さんがアレンジしたもので、横尾さんの追悼の気持ちが表れたデザインになっているのだと思います。肖像の部屋の最後にご紹介するのは唐十郎さんです。唐さんの訃報が入ったのは展覧会出品作が決定し、準備も最終段階になっていた頃でした。横尾さんからはすぐに、じゃあ腰巻きお線も出しましょうというメールが届きました。腰巻きお線はまさに横尾さんのグラフィックデザインの代表作ともいえるポスターです。この時フロアプランはすでに決まっていたんですけれども、今回寺山修司さんに隣を少し開けてもらって展示をしました。くしくも命日が同じライバルが41年の時を超えて並んでいるのも感慨深いものがあります。以上、そうそうたる顔ぶれですが、三島由紀夫さんは1970年に亡くなられていますし、最後にご紹介した唐十郎さんは今年2024年の5月にご逝去されています。この展覧会では横尾さんと個人との関係性を示す作品を紹介していますが、短いながら濃密な時間が生んだ作品もあれば、何十年も続く交流の軌跡を示すものもあります。また、登場人物同士がお互いの展示空間に顔を出していたり、ところどころに横尾さんの言葉が掲示されていたりと、懐かしい人々が集合して横尾さんとの再会を楽しんでいるような、そんな空間になっています。第2部、猫の部屋は横尾さんの愛病、多摩で埋め尽くされています。こちらの作品、猫のいる Y 字路はこの中で唯一、多摩の生前に描かれた作品です。さて、多摩のコーナーは多摩の死を描いた作品とその日の日記から始まります。2014年5月31日、午前0時20分、横尾さんは10年以上家族として過ごした多摩を見取り、その直後から多摩の絵を描き始めました。そのほとんどは自宅や病院、旅先などで多摩の写真をもとに制作されました。例えばこちらは入院中に病室で描かれたものです。ここには病院食のカードが貼り付けられています。そしてこちらは青森県にある十和田市現代美術館で公開制作されたものです。実はこのシリーズが4、50点ほどになった時、横尾さんに多摩の展覧会をしませんかと提案したのですが、横尾さんはこれはアートではないから美術館で見せるのはどうかなと、
当時はあまり前向きではありませんでした。今回、レクイエムというテーマのもとに並べてみると、純粋に玉を持って描き続けたこのシリーズほど、この展覧会を象徴している作品はないと思います。この小さな玉のシリーズは2020年までに89点になり、玉帰っておいでという本にまとめられています。横尾さんの作品の重要なテーマである死というものをストレートに具体的に扱ったこの展覧会ですが、不思議と暗さを感じないのは横尾さんが死を終着点とは捉えていないからかもしれません。体はなくなってしまっても思いを馳せることで会うことができる大切な存在として生き続けていること、また今は会えないけれどもいずれ会えるかもしれないという希望が横尾さんの死生観にはあるように思います。この展覧会に登場するのは横尾さん以外もうこの世にはいない方々ばかりですが、展示された作品や資料からは当時の熱量や温かな交流を感じることができるのではないかと思います。こちらは横尾さんのご自宅にあるコレクションを紹介するスペースです。今回はレクイエムというテーマに基づいて横尾さんのご自宅からアンディ・ウォーホルの作品4点をお借りしてきました。そしてウォーホルをモチーフとした横尾さんの作品 A.W. マンダラというシリーズより当館にご寄贈いただいた57点を横尾さんとウォーホルのエピソードとともに展示していますので、こちらもどうぞお見逃しなく。